ということで、ゲリラ配信ですので、準備をさせていただきますよ。少々お待ちくださいませ。本日は木曜日の20時、ちょうどご飯を食べ終わってね、お腹満腹ポンのところで始まったライブでございます。よろしくお願いいたします。今日やっていくことは、昨日水曜日の配信で軽く予告していたのですが、作品の技法をいっぱい抜きたい。そんな状態ですね。今チャットを開けましたね。あ、違う。チャット開くだけでダメなんだ。詳細設定もしなきゃだ。にゃー、こんばんは。今日もお疲れ様です。今日も一日お疲れ様です。早速来てくださってありがとうございます。抽選販売中って貼っとくか。ということで、ちょっとずつ縦長配信にも慣れていこうということで、特に何も作業するだけだなみたいな時は、たまにこんなのをしていこうと思っておりますのでね、よろしくお願いします。始まりましたよ。今日やることはね、まずここに3つの作品があるのですが、これらの作品ね、セリアのブロックモールドに入れてみたお花を。可愛くないかな？ちょうどでっかいサイズの花ばっかりあってね。で、でっかいモールドも限られるし、せっかくなので入れてみました、ブロックモールドに。可愛いのではないでしょうかと思うのですが、まず聞きたいんだけどさ、皆さんもしこの作品を加工するとしたら、どんな感じにするといいんだろう。これを販売しようってなったら、キーホルダーにするにはでっかいじゃんね、明らか。どうしたらいいんだろう、これ。置物として売るのはありなのでしょうか？皆様だったらこれどうしますかというのをまず聞いてみたい。通知来て速攻開きましたって。ありがとう、嬉しい。インスタのシェアめんどいからいっかって今後もしないかも、めんどくさいから。なのでね、偶然見つけた方はぜひ軽く参加してってくださいね。修正勉強させてもらいますって。ね、もうとにかく今日今からやるのは、こうやって閉じ込めた時に、下向きにね、モールドがこうあって、下向きに作ってるわけ。で、作ると表にどうしても基本が入っちゃうもんで、これやったら、ここかな、ここ。ここの気泡は抜きたい。この白いお花の下にでかいのが1個あるねんけど、これは抜きたいね。ここもいけるんやったら抜きたいかな。で、こっちが結構わかりやすくて、こっちはもうここにあるよね。で、角度によって見えるかな。こうすると見えるかな。これが抜きたい。ここもワンチャン抜きたいかな。ビオラの真ん中。これも抜きたい。それらを今から抜いていく配信となっておりますのでね、なんか参考になることがあるといいなという感じでやっていこうと思います。あ、マグネットいいかも。ちなみにこれが、あれどれやっけあ、これが全部抜き終わって、サイドも裏も上下もコーティングしたっていう状態の作品。この状態が完成なんだよね。マグネットいいかもしんないね。壁にかけたいインテリアとしてもありかな。ちょっとありかなって思ったのが、ダイソーにね、こんな感じのやつが売っとるねん、たまに。100円で。こういうのに載せて飾れるよっていう風にして販売するのはありかな？どうかなって思っとるねんけど、どうやろ？音割れしてる？どうやったら直せるんやろ？あ、このマイクボタン押すとか？マイクボタン押したらミュートになっただけだった。ちっちゃい声で喋ればいいんじゃない？みんな音がプチプチしてるらしい今日。どうしたんだろう？前と設定変えてないのにね。もしかして入り直したら治るかな？充電抜くとかどう？充電抜く。これ今抜いてみましたがどうでしょうか？乗せるの可愛いって言ってもらえてる。ねえ、これちっちゃい
額縁みたいで可愛いよね。これをセットにして販売するとかやったらありかな。置物可愛い。そうするとさ、やっぱここにもちょっと飾りをつけたくなってくるけどね。まあそういうのはおいおい考えるとして、とりあえず今回はひたすらリカバリーをしていきますのでね。マイク近いかな、どうかな、変わった？いいと思うって言ってもらえてた。確かに木の方が合いそうだな、お花だから。木のやつ売ってるんかな、100均に。それもちょっと気になるところではあるのですが、とりあえず穴を抜いていこうと思いますのでね、よろしくお願いします。始まりましたよ。ありがとね。ねえ、このままこう置くと若干グラグラするというか、不安定だからね。これやったら斜め上から見えるし、玄関とかに置くと可愛いかもしれないよね。音割れなくなった。充電ケーブルの影響かもしかして。よかった。ね、ということで、まったり作っていきますので、よろしくお願いします。皆様、今日は何をしてましたか？皆様は。私は本日、午前中から接骨院へ行き、毎週木曜日接骨院なんだよね、私。接骨院へ行き、そして、今日も針をぶっ刺してもらいました。置物がすごい好評で嬉しいな。前回はお尻のところに刺してもらって、お尻の横のとこ、側面のとこに。で、すごい効果があったもんで、今回腰に12本ぐらい刺してもらって、効果はよくわかんないけど、多分効いてそうな気がする。そんな状態ですね。これ結構、こんぐらいにしないと見えないかもね。で、今からやることなんですが、電動のルーターで、この気泡のとこまで穴を開けたいんだけど、基本的に、例えばここにあるとした、この辺の端っことかにできてるとしたら側面から開けることが多いかな。ただこれはもう完全に一番近いのが、気泡から一番近い場所がこっちの表面になるもんで、頑張ってこっから真上、気泡の真上から真下に向かって開けていきたいって感じ。で、これは電動ルーターじゃなくてね、こういう手で回すピンバイスでもできはするねんけど、それでやると穴の跡が結構残っちゃうんだよね。後でレジン入れても穴が削れた壁、穴の側面のゴリゴリの線とかが結構見えるようになっちゃうんで、電動が安定じゃないかなと思う、このリカバリー。電動はもう2、3000円で出回ってるし、ダイソーにも売ってるんでね。ただダイソーのやつちょっとパワーが足りないかなって思ったよね。実際買ってみて。だからネットで売ってる充電式とかの2、3000円のやつがいいかな。電池式がいまいち弱い気がする。今日は仕事でした。レジンしてましたって。みんな教えてくれてありがとう。ちなみにダイソーも行ってきたんだよね、今日。で、結構いろいろ買ったんですが、レジン系のものは2個しか買ってないかな。他のものをいっぱい買ってしまった。ね、こんばんはって。今日人間ドック行ってきました。大変だ。人間ドックって大変なやつだ。仕事してきましたよとかね、報告してくれる方もありがとうございます。お花使いを褒めてもらえて嬉しい。これ 1個目のやつがすごいいい感じのバランスやったもんで、2、3個目も同じにしちゃったもん。失敗したくないからね、こんな、レジン液と花こんな使うやつで失敗したら痛いから、一緒にしちゃったって感じですね。ということで、まず1個目の穴を開けようと思うんだけど、穴開けるのは比較的簡単で、問題はその後が大変。レジン液を入れるのがマジで大変やし、1個の穴に10分ぐらいかけると思うんで、もうひたすら穴開けて液入れてるとこを見せるだけになると思うんですが、雑談をしてこっかなと思いますのでね、よろしくお願いします。そう、手動じゃ結構後残っちゃうイメージ。で、この電動で開けるときも、もうマックスパワーでいく。この場合3段階なんだけど、一番でっかい、一番3かな、一番強いやつで開けて、で、コツは穴を気泡のとこに届いた瞬間にもう戻さなきゃダメ。貫通しちゃうと鼻までやっちゃうから。だからそれが慣れるまで難しいかなって思うんだけど、とりあえずやってみますね。ちょっとゴゴゴってうるさいかもしれないんですが、
待っててね。いきます。これでマックス。で、真上から、今、基本のとこまで届きましたね。ただこの感覚が多分リカバリーに慣れてない方やと難しかったりしてね、穴までの距離とか、穴の真上がつかめないこともあると思うのですが、今とりあえず、すごい粉がそこら中に散ってレジンのケースにも飛んでる。今基本まで貫通させたところなんですが、わかるかな？ここ見えるかな？ね、気泡があるとこにかろうじて今貫通したという状態で、ここからがとにかく大変なので見てっていただけたらと思いますよ。これはあんまり普段のライブではやらないとこかなって思うんだけど、日頃花作品作るときはかなりやってる。これはライブじゃないときにこればっかやってる日とかもある。そんな感じですね。で、こっから何するかっていうと、今開けた穴の上に結構多めにのしていいね。レジンをのせまして、そして彼を呼びましょう。せーの、ほじよー。こっからほじよさんに穴の中の気泡がある場所に向けてひたすらレジン液を入れてもらいます。ほじよさんに。ほじよが呼ばれていく。ありがとうございます。そして初見の方がコメントしてくれてる。ありがとうございます。レジンの気泡を抜く作業をやっておりますのでね、よかったらお付き合いください。ありがとうございます。でも、ひたすらこの穴の中にね、液を入れるんだけど、この時も補充を突っ込みすぎると、気泡の下にある花びらのとこまで傷つけちゃうんで、すごい気をつけながらやる感じ。で、最初に結構ね、そんなに空気ないやろぐらいレジン液ドバッとのしたねんけど、そんぐらい入れなきゃダメだね。思ってるより空間広いんで、基本とこ。ひたすら。で、今入れてるねんけど、泡が表面に出てきてるのが見えるのかわかんないんだけど、このライブだと。とにかく表面に泡が浮いてきたら、中の気泡が出てきてるってことだからね。ひたすらこれを頑張ってやる。そんな感じだよね。こんばんはって来てくれる方もたくさんいて嬉しいな。ありがとうございます。で、今ね、結構抜けてるように見えとるねんけど、実はまだ下の方にあるんだよね。だからそこまでちゃんと補充を届かせたいし、補充が届かないときは、補ジコがいるね。これね、補充じゃ届いてないんだよな、今。なんで、補ジコも呼ばなきゃダメなわけ。せーの、補ジコ急すぎる。補ジコはね、セリアの接着剤コーナーにあるシリコンなんて言うんやろうね、これ。シリコンスティック的な接着剤用のやつなんですが、これ先が曲がっちゃってるんだけど、使ってるうちに。逆にこれが便利だよね。だからホジコで、この届かなかった場所まで頑張ってやるって感じ。で、全然取れてこないんだけど、なぜかというと、気泡が真上に上がるもんで、こうつついた時に、穴の位置がわかんなくなった。つついた時に気泡が真上に上がってくるもんで、今この突っ込んでる場所の下にあるんだよね、気泡が。そんで上がってこない状態なんだけど、今。それを上げるためにこう傾けて、気泡が真上に上がるっていうことを計算しつつ、これ垂れてくるからちょっと気をつけつつね。傾けて、穴どこ行った穴見失っちゃった。結構綺麗に閉じれてきてるから。あれ穴。で、傾けて、ここやな。この角度でやると、今まで取れなかった子たちが上がってきたりするんでね。もうとにかく、こういう感じで、ずっと傾けて傾けて、気泡を真上に上がってくることを考えつつ、傾けて傾けてやるって感じ。そんなことを10分ぐらいやって、やっと全部抜き切ったらね、ついに固めるんだけど、はい、今ね、出てくるようになったね、この角度にしたら。ほじこもめっちゃ呼んでくれてる。ありがとうございます。
藤子も藤尾も元気だよ、今日も。で、さらに、それでも取れないって時ね、実は最強放置が効いたりする。だからこの状態でしばらく置いといて、10分後ぐらいにやってみると、さっきまで取れんかったやつが取れるようになってたりするし、それでもダメな時は穴でかくするとか、とにかくいろんな方法を駆使して、ここにある気泡を完全に抜くって感じかな。ねえ、そんな感じでした。傾けるのめっちゃ大事。で、このね、出てくる液、気泡を埋めて出てきた液って結構もう濁っちゃってて汚かったりするもんで、後で拭き取る。バーって。今結構ね、ほぼ抜けてるんじゃないかなって思う。角度変えてみると見えるようになったりするねんけど、あ、ここに、下の方にもうちょっといるかも。ここにいるね、まだ。ただほぼいけてるね。ほぼ抜けてる。あ、ここが真ん中だ。忘れないようにしなきゃ。で、この垂れてきてる液をもう一回穴の周辺に戻して、いっぱいレジン液置かないとね、上がってこないから、気泡が。いや、よく見るとまだまだいっぱいいるかもしれない。花びらの下に。こいつは相当時間がかかるんじゃないか。よく見ると結構いるね、まだ。で、基本の形状が変わると、今まで補助で取れなかったやつが取れるようになってたりするもんで、補助と補助子を変えっこしたりして、もうずっとやってる感じ。YouTube 見ながら10分とか。そうそう、最強放置はね、やっぱね、リカバリーの時も最強なんだよね。うわー、全然取れたと思わせて下の方にいっぱいいるパターンだ、これ。裏から見たらわかるねんけどな。ちなみに、裏から、この場合一回固めて裏からもう一回やるパターンもありかもしんないって思うんだけどね。ちょっと見てみようか。ダメだな。表からやった方がいいな。距離的に。てか、頑張って表からここのやつも抜くしかないって感じだよね。えいえい。ゴリラ配信ですか？うほって言ってる。Yes! It is ゴリラ配信。うほ。100均でセリアにね、補助があるし、一応ダイソーにももうちょっと補助より硬いやつがあるらしいからね、接着剤コーナーのとこに。見てみてね。でもね、置いてないとこも結構あるみたいなんだよな。全然頑固で抜けなくて、もしかして穴広げコースかもしんない、これ。っていうか、ちょっと液が減ってきたかな、結構。液もっといるな。あ、空気は抜けてはいるな。液が足りない。ってなった時に、もう一回これ拭き取って、もう一回綺麗な液のせるって感じ。でもね、気泡の大きさは3分の1ぐらいにはできたかな、すでに。もう一回のせる。今、こんばんはって来てくれる方もたくさんいた。ありがとうございます。そう、これはね、結構ね、やってみたけど、うまくいかなくてボツになっちゃうって言ってる方もいるねんけど、難しいし、根気がいるし、なんなら、モールド作るとこより時間かかる。この工程の方が。そんぐらい大変だと思う。で、私もね、全部の気泡を抜くわけではなくて、ちっちゃめのやつはこれはこれで泡みたいな感じで綺麗かなって残す時もあるし、ただ明らかにでかすぎるやつは抜くって感じかな。ものによって抜くって感じなんやけど、とりあえず今回ターゲットオンしてるのは3個の気泡かな。今ね、液足して結構抜けたね、また。で、抜けたところに、鼻の下からさらにもう一回来てる気がするね。この白いお花の下かな、ここにおそらく大量にいると見たり。で、頑張っていきましょう。振動を加えてみるとかどうなんですかって。どうなんやろう。こういう感じかな。自信
みたいな感じでドゥルルルルとかありかもしんないよね。お菓子作りの時にこうやってさ、空気抜く時あるし、なんなら私気泡抜く時たまにこうやることあるねんけど。ただ、これ結構頑固で、花びらの隙間にもうカチッと入れるやつやもんで、あんま関係ないかもしんない、今回のパターンでは。一応ね、抜けてってはいる、ちょっとずつちょっとずつ。で、もう完全にいなくならせたいんだよね。とにかく補充を突っ込んだ時に泡が出てたら成功してるって感じ。で、今のパターンじゃあんまりやらんけど、こういう風にやる時もある。突っ込んで、出てきた泡を抜いた時に中に戻ってっちゃうパターンの時があって、あれ穴見失った。あ、そういう時はこう突っ込んだ状態で、こっちほじこで泡を弾くみたいな。こういう技をやる時もあるよね。今回の、こういう感じで。それを繰り返す時もある。結構これは基本のもう残りわずかな時になるとこれやらないと取れないことがあるんだけど。だから二刀流って感じかな。でもだいぶ取れてきたね。だいぶ取れてきたのではないでしょうか。ほじこ予備あるからお譲りできるって言ってる方がいてる。ねえ。インスタグラムやったらね、こまりっこさんたちが交換便をされてたりするんでね、もしインスタされてる方がいたら、何タグやっけ忘れちった。なんかあるよね、そういうタグが。お譲りしますタグみたいなね。そういうので交換されてる方もいるよって感じですね。確かに医療ドラマみたいってか、本当にこれは、歯医者さんとかもこんなようなことやってるんかなって思う、たまに。っていうかきっと、手術とかされてる方はこんなような細かいことをずっとされてるんかなって思ってる。まだまだ出てくるなぁ。すごいな。だからもうこの工程でも補充が大活躍だよね。私昔からこのやり方やってて、3年前のリールでこれあげてるねんけど、完成したモールドから出した後の気泡の抜き方みたいなリールあげとるねんけど、その時も補充じゃなくて9ピンでやってたんだよね。それがね、いつの間にか補充になって便利になったよね、補充のおかげで。私の人生補充のおかげでバラ色になってる。まだまだ下の方から根強い気泡じゃん、これ。全然まだたくさんいた。ね、そう、泡戻るよね。イライラするよね。その時はもう二刀流使いで、1個で刺して、この空気のスペースをなくしつつ、こっちで取るみたいな。そんなことをやる時はあるよね。まあでもね、このでかくてしつこい気泡だと言いつつも、さっきから多分泡が出てる様子がみんなに見えてるのかなと思うんやけど、泡が出てるイコール抜けてるなんで、ちょっとずつちょっとずつ埋めれてるはずなんだよね。うん。埋まって、泡出てきてるよね、さっきから。で、私はこんなことをやってるせいでね、補充をしょっちゅう壊しちゃう。補充の部分をレジンで固めておいても、こんなグリ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 されるせいで、すぐ補充壊れるんだよね、私の。そんな感じでいつも頑張ってくれておりますね。今、パッと見わからないぐらいまで取れて、ただ角度変えると見えるぐらいになってるんだよな。できれば完全になくしたいし、最後に、この全部空気抜けたなってなった後に、穴の周りを、今やってるみたいに、穴の周りを一回なぞる作業をしないと、穴の跡が残るんだよな。やっても残りはするねんけど、この穴の中をガリガリする、円柱の内側というんかな、ガリガリするのが結構大事だったりする。そういうとこまでは動画とかリールで言ってないからね。うーん。
どうかな。いや、結構取れたね。で、取れたと思わせて、これでもう大丈夫だって思って降下すると、降下中に、実はもっと奥に隠れてたやつが上に上がってくるとかね。そんなパターンもあるからね。だから完全に取りたいんだけど、できればね。今こんな感じになってますね。そう、ホジオはもともとただの9ピンだったらしい。次、ホジコにチェンジしてみようか。インスタの話、例の200円のアクセサリーモールド。キャンドゥのやつだ、きっと。お団子型とかがあったね。横浜駅の近くのダイエーにあるキャンドゥ。ダイエーの中か。キャンドゥにあったよって書いてくれてる方がいる。そういう情報もありがたいよね。近くの方の参考になるだろうからね。あれがもう再販されないっていう話だからね。5個はすごいいっぱいあるな。ほらもうこの開けた気泡の下のとこのここ。でもホジコなら届きそうだな。この奥にいるやつ。こんなことをしてるから私のホジコはどんどん曲がっていくんだろうね。取れそう。無理かな。届いてないな。こうなるともう一個こっちから開けるってなるんだけど。いや。で、もう一個開けるともっと後が分かるようになっちゃうんだよね。だから、いけることなら、1個目でいきたいんだよな、この1個目の穴で。それかもうちょっと穴広げるかかな。穴広げるプランにしようかな。奥の方のが取りたいんでね。なんか下についてる。で、穴広げるときは、一旦ちょっと液を軽く拭いておきまして、これ後で固めるね、このティッシュ。で、もう硬化しなくていいんで、この状態でいっちゃう。で、穴の中に、まず最初に開けてある穴に、これ入れた後に、ちょっと横に動かすって感じ。そんな感じでやるんだけどね。ちょっとやってみるね。そう、憎い気泡ってか見た目より強かったね、これ。こんなもんかな。今、気泡が奥まってる側に、ちょっとやってみた。で、これやると粉がね、穴の中にできちゃうことがあるもんで、仕上がりがちょっと汚くなることがあるんだけど、とりあえずやってみてよね。これならいけるんじゃないかなという感じで、もう一回一からやる。いつからやってたのかなって、いつからやってただろう私。とりあえずこの気泡は10分以上ホジホジしてるよね。今日はね、ご飯終わってから始まった。ほらもう一気に出やすくなったね。穴がでかくなったから。今まで出てこれなかった子たちが。一気に出やすくなったね。多分全部いけるんちゃうかな、これで。いや、でもここがマジで、ここの出かき方がやばいな。あれ、まだ届かないかな。一回ね、こんぐらい傾けないとダメかも。でもさっきより明らかちっちゃくなってる。いや、いなくなったん、じゃ、いるか。もう私はとにかく、こうやってずっと気泡と戦ってるわけ。気泡を許さない作家という肩書きがあるだけにね。ここ。これで届いてほしいんだけど、届いてるのかな。出てきた出てきた。届いてるね、今。今届いてるな、出てくるから。すごい。めちゃくちゃ奥の方にいたね。うわー、埋まってきた、埋まってきた。で、これ大変なんだけど、すんごい、綺麗に取れると、めっちゃ気持ちいい。すっきりする。なんけ。
黒カビじゃない、黒焦げだらけの鍋がピカピカになったみたいな、あの気持ちになる。すごい綺麗に取れると。今でも多分、いっちゃんでかいところに、ほじこが届いたっぽくて、どんどん出てくる状態になったね。穴の位置を見失っていく。ちなみにこれをこの後3個やるからね、穴。ただこれが一番大変なやつだったかもしれない。まさかの1個目が。他のやつもうちょっと楽だと思う。穴を見失うね、ほじこでやると。ここ。インスタでタグ探してみますって。ありがとう。ねっけな、お譲り便とか交換便のタグあったよね。こまりっこさんたちで使ってる。それがね、思い出せなくて、パソコンのライブやったらタグ紹介画面を出せるねんけど、今、スマホ配信なので、わからなくて申し訳なき。ほじこクロッチャさんで取り扱ってほしいって。いやーでも、ほじこさ、5円で作れるものだからね、5円っていうか、9ピンさえ持ってれば、爪楊枝って誰の家にもあるよね、きっとね。9ピンをね、9ピンやったらダイソーとかにも売っとるんで。あ、で、私は3ミリ丸カンで止めてるんだけど、マステで止めちゃってもいいし、レジンで止めちゃってる方もいるよね。多分。この辺、駅、すごい下の方まで来てた。そういう感じでね。とにかく9ピンを何か棒にくくりつける、そんなイメージで作れるからね。どうなんやろ。やっぱり、ほじくり、ほじおの標本登録取った方がいいんかな。ほじくりほじおとか言って出ちゃったら悲しいからね。全然まだ出てくる。やばい。何これ。この気泡、ブラックホール並み。まだいる。どこにそんなスペースがあったんだ。すごい怖いぐらい気泡抜いてしてるのにまだ出てくるもんね。やばい、猫好きタイムが始まっていく。猫好きちゃん、猫好きちゃんだよ。今ねライブ中なんだよ。木曜日だけど。縦長。そう、縦長ライブしてるからね。ちょっと今見る。見る。自分の部屋行って見るらしい。私のライブを目の前でやってるのにライブ見に行くらしい。まだね、ちょいいると思わせて、結構いるかもしれないって思ってる。さ、これ置いといていいかな、しばらく。この状態で。次のやついっていいかな。最強放置。結構いるよ。ほら、今ちょうどみんなに見やすいと思う。全然いるね。だいぶ出したけどね、泡。で、ほじこも届いてるじゃんね、これ。届いてるけど、この角度が、やっぱり、えぐいせいで、出てこないね。ってなると、こう傾けなきゃダメなんだけど、一回縦にしてしばらく置いてみようかな。猫好き来たかな。ありがとうございます。相手してくださってね。でもこんだけ傾けるとさすがに出てくるね。角度が肝かもしれない。今すごい出てき始めた、やっぱ傾けたら。できればこの状態で放置したいんだけど、レジン液が垂れてくるじゃん。こんだけいっぱい乗せて傾けてたらね。そうなると放置はできないよねって感じ。一回でも置いとこうか、このままこうやって。もう一個のやつ見てみよう。こっちの方が簡単かな。これはここだけだからね。でこれほんまはね、表面から行きたくない場所なんだけど、もう他の場所が距離が遠すぎるもんで、表面からやるしかないって状態だよね。
で、これがすごい気をつけなきゃいけないのが、多分基本が薄っぺらいもんで、穴開けるときに鼻突き破りそうだなって思う。綺麗なドライフラワーですねって言ってくれてる。ね、ありがとうございます。お花は癒されるよ。ね、もやもやするよね。こんなでっかいのにさ、だいぶ抜いたけどね、泡。体感3リットルぐらい出したよ、泡。目の前で見たいなって。ねえ、これはね、リアルで見てて楽しいっていうか気持ちいいと思うんで、見せる機会があったら皆さんに実演をしたいレベルだよね。大変だけど、スッキリ度は半端ないと思う。で、こっちの方がライブで見る分には分かりやすいと思うんで、これは置いときつつ、一回開けるだけ開けてみるね。で、鼻貫通しないようにだけ頑張ろうって感じ。いきまーす。貫通はしない、貫通はしない。ここかな、真上。あ、いけたいけたいけた。多分貫通してないと思う。うまくいったかなって思う。しかもこれ泡がでっかいから開ける場所は分かりやすいと思いつつ、気泡のど真ん中に開けれると一番簡単に抜けるからね。その辺も難しいよね。やばい、こっちに飛んじゃった。隣に置いて、あーやばい。レジンついてた今このスライムに捨てよう。これなんか怖いレジンになっちゃった。こっちに粉飛びまくってた。明日回転グルコがプレゼントなんでしょうかって。うわ、そんなこと考えてなかった。成功したらプレゼントしたいね。成功するのかな。明日金曜日はね、20時から定期ライブがあるのですが、回転グルコ久しぶりにやろうと思ってるねんけど、うまくいったらやりたいよね。プレゼントにしたいけど、私そもそも成功するのかなって思ってる。すんごい久しぶりやし、確か以前やった時はね、3個ぐらいベアリング10個入り買って3個何個やっけ、何個か失敗したんだよね。3個ぐらいなんで、明日果たしてできるのでしょうか。失敗したらなんか違うものを送るんじゃないかなって思う。結構溜まってるからね、ライブで作ったもの。こっちはね、すごい奥みのない気泡だから簡単かな、取る分には。3リそう、3リットルぐらい泡出したつもりやってんけどな、自分的には。なのにまだまだあるからやばいよ、もう一個の方。で、これはもうとにかく、この黄色い、なんてお花だろうね、これね。黄色いお花の表面にうっすらできてる気泡なんで、こっちは結構単純かな、さっきのやつより。さっきの鼻の下まで気泡あるよなってやつよりは単純やと思う。でもだいぶ深いんで、保持子の頑張りが必要って感じだよね。で、実はこっちの方が最強放置向きの気泡だったりするんだよね。最強放置しとくだけの方がいいみたいな。保持子売ってほしいですって。保持子、保持じゃなくて保持子の方かな。ネットで売ってほしいってことなんかな。またね、たくさんコメントをいただいてて追いつけてなくて申し訳ないんですが、また後ほど全部読ませていただきますね。一回放置した方が浮いてきてたりするよね、下の方にいてるやつが。そしてこっちもね、ほじる時にお花を傷つけないようにすごい気をつけてる。そういう意味でもやっぱほじおはさ、元キューピンだから先がちょっと丸く加工してあるおかげで花を傷つけにくいからね。そういう意味でもやっぱほじおは最強だよね。意外と出てこないと思ったら多分花の真ん中のとこなんやろ、名前。そこからまた生まれてるね。まだいる隙間たちから集結してるって感じ、ここの
気泡の逃げ場ができたところに花々の隙間から集結してるのではないか。これ最初にさ、レジン液をボチョって結構垂らしたけど、もう半分ぐらいになっとんのわかるかな。そんぐらいね、パッと見ちっちゃい気泡でもこうレジンを入れてみるとすごい吸われたりするから、見た目より結構空間あるよね。だいぶ取れてきた。もうあと鼻の表面についてるやつだけかなって思う、こっちに関しては。頑張れ、ほじよー。この表面に出てきた泡が破裂した部分のレジン液がめちゃくちゃ汚いんでね、後で拭き取らなきゃいけないね。だいぶ出たよ。そしてもうこの辺りまで来たら二刀流だよね、二刀流。ほじこ2人でやってもらう感じ。こうやってここまで来たらもうちょっとかなって思う。ちょっと息が足りんくなってきたね。本当に息がほとんどなくなったね。ベアリングなかなか手に入らない。私がさ、回転グルコのページで紹介してる Amazon のベアリングまだ売っとるかな。あれすごいね、回るスケボー用だっけ。すごい回るからよかってんけど、それまだ売ってないかな。そうそう、ホームセンターとかにもあるみたいだよね。ね、ダバッと流したのに減ってるでしょ。なんか美味しそうって。水羊羹とかでこんなん出してほしいよね。私たまにこうレジン作品作ってる時にどっか和菓子メーカーコラボしてくれないかなって思う時ある。私のレジン作品と見た目が同じ商品を出すみたいなコラボとかできそうだよなって思う、和菓子メーカーと。これもうね、深すぎてほじこが気泡の奥までたどり着けないんで、ほじおだね、やっぱこれは。ほじおが活躍するな、これは。あれこれも結構気泡でかくない？取れてきてると思ったらさ、角度変えたら下の方にまたいっぱいいる、これも。すごい時間かかるやつだ、この人も。やばい、角度変えたらまだおったんかい、割れみたいな。でも簡単に浮いてくれるね。角度変えたら。取れてきてる。よかった。この人はやっぱりまっすぐな気泡、さっきの子と違って結構まっすぐなタイプの気泡ちゃんみたいで取れてきてくれますね、この子はね。いけたんちゃうかな。あと 3回ぐらいで取れそう。1、2。もうちょっと頑張れ。もう補充がさ、ボロボロになってる。曲がってかわいそう。頑張って補充。今何代目やっけこれ。20代目じゃない？ 20 代目補充頑張ってます。まだワイワイいける。21代目に譲らん。まだいける。ワイワーみたいな。頑張ってる。うわー、今、直径3ミリぐらいの状態かな、気泡が。結構この人見た目簡単そうって思ったのに、簡単ではなかったね。そうそう、共同作業頑張ってくれた。おお、小まりおすすめのベアリングは一応まだ Amazon にはあるらしい。もし明日のやつ失敗したらそれもう一回買おうって思う。最後の1個やでね、今あるベアリングが私の。届かんかなこれ。届いとるように見えるねんけどな。これさ、届いとるように見えて、このレジンのさ、厚みの屈折とかで実は届いてないパターンとかあるんだけど、そのパターンで届いてなかったりするかな。自分の開けた穴より、この下側に気泡あるかなって思って、こう傾けてやってたら、実はもっとこっちだったみたいな。そういう時があんねん。屈折の見え具合みたいなやつで。
あ、多分そのパターンの気がする。傾けたら出てきたで。そんなことないかな。補充がさ、どこに当たってるかが見えないんだよな、曲がってるせいで。いや、でも出てきだしたね、なんか急に。うん、多分この角度だなって。まあ、そんな感じで角度を変えつつ頑張ってこっか。そう、補充は愛の分、深いとこまでね、リカバリーできるって感じ。でもこれね、レジンが垂れてくるとか、そういうことを考えずに集中してやってると、手べっちゃべちゃになるんだよね。気づいたら両手にレジン液めっちゃついててべっちゃべちゃみたいな、そんなことになるって感じ。ねえ、和菓子コラボしたら、寒天とかね、水羊羹より寒天の方がこういうの作りやすいんかな。そんで中はエディブルフラワーっていうね、食べれる花あるじゃん。あれみたいな感じでさ、絶対映映えな感じで売れそう。でも味は難しいんかな、そういうのって美味しくするの。この角度にすると、すごい気泡全然まだおっきいな。あ、ちっちゃいか。もうね、気泡に翻弄される女、こまりだよ、これ。あ、あれんまあ、当初よりはちっちゃくはなってるよね。この角度かこうの気するねんけどな。すごく素敵なお花のボックスみたいなおはぎ作ってる和菓子屋さんありますよねって。お花のボックスの和菓子屋さんがあるんや。ね、洋菓子屋さんでエディブルフラワーを組み合わせてやってるとこは結構見たことあるしね、コマリッコオフとかでそういうのをいただいたことあるねんけど、和菓子のやつあんま見たことないっていうか、多分和菓子だったらさ、賞味期限が早いよね、きっと。賞味期限が早いから、そういうプレゼントを持ってくるとしたら難しいんかな、すぐ送れる状態じゃないと。そんであんま見たことないんかもしんない。あるんや。でも探したらありそうだよね。今映え特化してるスイーツ店とかって多いもんね。すごい。そう、許さないサッカー、バーサス、ゆるちて気泡。気泡さんゆるちてって言ってるかも。あ、この角度じゃないか、もしかして。この角度じゃない。あ、てか、レジン液なくなってるしね。白米なくなってるよ。この角度の疑惑がある。もう一回乗せて頑張ろっか。ライブやってるって。やってるやってる。何時からやりだしたっけ？ 30 分ぐらいほじってるんじゃない？ずっと。この角度じゃないか？もしかして。この角度かもしれない。この角度だったら出てきてくれるかもしれない。いや、でもやっぱこの角度のように見えてるなぁ。てか、回したらいいかもしんないね、一回。でもちっちゃくなってる気がするなぁ。あれまさかの全然違う角度やけど、これで取れてくる。あれなんか予想の反対方向にしたら取れるようになってきた。なんでやろやっぱ見えないだけで、中で屈折が起きてるね、多分。レジンの屈折による補充の目の錯覚というか、この角度か。なんかいけそう、もうちょっとだ。みんな、ゴールが近いよ。もうちょっとだよ。あと100メートルだから走るよ、頑張って。いや、でも当たってないよな。まあでも今の謎の角度で結構取れたね。
あと1.5ミリぐらいかな。3ミリだった気泡のでかさが1.5ミリになったぐらいかも、今。やっぱり360度回す作戦とか、あ、こうやって回せばいいんじゃないの？ぐる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 、ずっと。今日のスワイプ先スイカゲームでしたって。懐かしいね、スイカゲーム。と言いつつ、私の旦那まだハマってるけどね、未だにスイカゲーム。このね、YouTube の縦型ライブ、上下にこうやって動かすと、他のライブに飛ぶらしいねんけど、あれ、前回やっけ、前回入れ墨を入れてる方がなんかやってたのは、今日はスイカゲームに飛んだ報告をいただいてる。そう、私もうね、ずっと気泡と戦ってる。ただ一番戦うのはやっぱこの花の時だよね。モールドにできたシェイカーの枠の気泡とかは比較的簡単に取れるからね。この花の気泡の難しいところはね、今さっきからやっとって、まあ体現できてると思うねんけど、目に見えてる気泡がうまく埋めれてても、そのさらに下にある花からどんどん出てくるパターンがあって、見た目より時間かかるってなるんだけど、まあまさにそれをやってるよね、今日。いや、ただこのお湯入れた時にさ、泡でできてるイコール取れてるんだよね、気泡が。なんでやってもやっても終わらないなって思うけど、やってもやっても終わらないんじゃなくて、やってもやっても気泡があるだけなんだよね、実は。分かってないだけで。この花の厚みの真ん中とかに、目に見えない場所にあるわけ、気泡が。そういう話だよね。はは。ね、どうしても最後のさ、1.5ミリが取れないんだけど。これもう一回、これさ、一回置いといてさ、さっきのやつ見てみようか、どうなったか。もうボロボロの補充かわいそう。一回水飲もう。ね、内職しますって。ありがとね。作業中の方も、ぜひぜひ作業のお供で見てやってください。今日もやってるって、やってる。なんと、30分ぐらい気泡と戦っております。現在。そんな回もゲリラだとあります。という感じですね。すごいみんなが映え和菓子の話をしてくれてる。気になる気になる。後で見てみよう。一回こっちに移りまして、これ最強放置してたやつねんけど、全然これも動く気配ないんだよな。届いてない？あ、2段階気泡だこれ。今ね、思いっきり補充させたら、パリってレジンの表面が破れた感覚がしたよ、今これ。多分、私が1回目に開けた気泡のさらに1個下にもう1個あったね、多分。で、貫通してなかった気がする。2段、2段階気泡とか言って、新しい言葉を作っていく。だから抜けなかったのかも。今ね、補充がね、もう最後の力を振り絞って、2段階目にパリって貫通したよね。今力を込めて。でもすごい斜めになってるから1段階目より結構斜め下にあるな。うん。そうそう。そこだけ別の層にできてる気泡かぐらいしぶといですねって言ってくれてるねんけど、まさにそれやったと思う。ってなると、斜めに、ここにもう一回、もうちょっと奥まで届く穴を開けようかなってなる。そうすると。2個ある、多分。で、2個目に届いてなかったんだな、ずっと。2段階気泡ってみんながいい反応をしてくれてる。うん。2個あったね、多分。だからこっち、でもちっちゃくなってる気がしないか？届いているのか？
2段階記法だったね。今週毎日って聞いてくれてる。月曜日やった、火曜日朝やった、水曜日いつものやった。あ、ほんとだ。今週毎日やってるかもしれない。あれ、日曜日ってやったっけ？私日曜日も配信した気がするよ、夜に。違うかな？土曜日だったかな？どうする？うわ、取れてきてるうるさ。自分うるさ。どうする？私がこのまま配信ライバーになっていって、なんか毎日24時間ぐらい配信するようになってたらどうする？まあ一応ね、今、縦長もやりだしたのは、やっぱりホビー賞の圧があるわけ。ホビー賞がね、私、インフルエンサーに選んでいただいたけど、明らか他の方よりフォロワーさんとか少ないからね、なんか頑張んなきゃみたいな、あるじゃん、そういうの。一番しょぼいから、その分頑張らなきゃみたいのもあるし、まあ、単純に縦長面白いよね。新鮮で。あとね、準備楽やねんな。パソコンの時って設定とかタイトルつけるとかいろいろあるねんけど、縦長はもう開始ボタンを押すだけだからね、気軽な感じ。なんでやってるけど、明日からか。明日からすごい企業の仕事が3社ぐらいのがどこどこ入ってて、急に忙しくなるもんで、そうなったら、まあ、今週はゲリラなかったなっていう週とかも出てくるかもしれない。そんな感じだよね。とにかくできるときはやろっかなって感じですね。企業案件もこの配信で見せていいやつやったら作ればええねんけどな。見せれんようなやつが多いな。しばらくあるやつ。ちっちゃくなってくれたけどさ、あと1ミリの子がさ、もう、意地でも、これは、ここが私の家よ、みたいな。ここからは絶対出ないわ、みたいになってる。最後の1ミリの小さい気泡が。ほじこなら届くんじゃないか、そこに。土曜日だった気がする。いつ配信をしたのかも忘れちゃってるよ。ほじよ。へにょへにょで頑張って偉いね。土曜日だったか。じゃあ、金土月火水木やってるやばい。いつの間にかライバーになっていく。なるほどね。そのさ、ゲリラ配信までも完全に把握してる皆様もなかなかすごいと思いますよ。ありがとうございますね。しょぼくないって言ってくれてる。ねえ、優しい。でもやっぱプレッシャーはあるよね。明らか他の方より、なんか紹介文もそういう感じだったもんね。申請っていうことは新しくこの業界に来た人的な感じやったしね。インフルエンサーとしては申請やと思うし。なんでね、なんかそれなりにできるように頑張ろうって思ってるから、コマリンレジンを知ってる方が増えたら嬉しいよね。あれ、ほじこ届いてない？さっきから。泡抜けてないか、さっきから。ほじこが、まさかの、この斜めの2段階気泡に、ほじこが届いていく？んいや、まだあるよね、ここに。もう目の発錯じゃなくて目の錯覚だ。目の発錯？目の錯覚でいなくなったかと思ったらいるみたいな。毎日になったら毎日見ますですって、大丈夫？私今のさ、自分の配信ペースですら、見直す時間はないもんで、チャットをね、ちょこちょこ飛ばしながらチャットは全部読むみたいなスタイルで見直しとるねんけど、追うの大変じゃない？さすがに全部見るとね。なんでね、もう本当にいろいろ見てくれてる方に感謝だなと思っているのですが、ありがとうございます。本当に。睡眠の配信はダメって。24時間配信ってことは寝てる間もだもんね。寝てる時も配信みたいな。でもさ、
私たまに TikTok やってるとさ、あれ寝てはないんかな。ベッドにぐーぐー寝てる人がいて、ギフト投げるとなんか反応するみたいな配信 TikTok で見たことあるで。やたらおしゃれな場所で、電飾とか飾ってある場所で寝てて、で、このギフトを送ると、何々って壁にいっぱい書いてあって、あれ寝たふりか。さすがにね。寝てる時に反応できないもんね、ギフトに。そういうのは見たことある、TikTok で。待っていい、発作のツッコミをいただいてた、いっぱい。そう、私ね、ちっちゃい頃、目の錯覚をずっと目の発作って言ってて、多分私のせいじゃなくて、なんかの漫画で、クレヨンしんちゃんじゃないかな。目の錯覚のこと目の発作って言ってたんだよね。何かの漫画で。で、それで完全に間違えて覚えて、目の発作って私ずっと言いながら生きてきたんだけど、多分クレヨンしんちゃんだと思う。クレヨンしんちゃん、今もやっとるんかな。うわ、取れたんじゃない？いや、おるか角度によっては。あ、おるね。こういう角度にすると。でも、ほじこがさ、こう触ると動いてるじゃんね。もうちょっとで心動くよ、この子。ほじこが届いてるんだよな。あ、違うな。こうじゃない、こう。ほじこがもう、あとちょっとで心開かせるとこまで来てる。うわ、抜けたんじゃないか、今ので。あ、違うか。この角度の気する。いよいよね、レシン液がこの辺に垂れてきてた、垂れてきてた。垂れてきてた。ぼーっとしてる間にどんどこ、息が垂れてきてたよー。100均のレジンコーナーでレジン初心者狩りするとフォロワー増やせるかなって私がリアル100均レジンコーナーで狩るといいんかな。こんなチャンネル知ってますかみたいな、そういう感じで。小1次女が友達にレジンあげると言って自分で作ってあった作品箱から出したら19個も。すごい19個一気にもらったらね、友達もさすがにびっくりしちゃうよね。いっぱい作ってるね、偉いね。楽しんでるんかな。そう、目の発作、多分クレヨンしんちゃんが言ってたと思う。その覚え方をしちゃってね、当たり前のように使っちゃうんだけど、多分さっきその感じで出てきたと思う。ね、これでいける気がする。ほじこザ・ジ・エンドだ。やばいやばい、いけたいけた。ほんまにいけた？違う、ここにあるじゃん。やっぱり角度変わると見えてくる。でも、マジでもうちょっとだね。やっぱり、ほじおが2層目に穴開けたとこで空気変わったよね、流れ。マジでもうちょっとの気する。すごいいけた気がする。で、あとここにちょっと入り口の辺に溜まってるやつを取りつつ、穴の周りをぐる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 っと汚れを取る。取れてないかな。あ、こういう角度にすると見えるね。てかスマホ、この画面を通すと見えるのに肉眼だと見えない泡があるどういうこと？スマホで通すとここに見えるのに気泡が、肉眼だと見えない。こうだな、角度こうだな。でまた下の方に垂れてくるから気をつけなきゃ。多分しんちゃんだと思う。初めて来ました。よろしくお願いしますってコメントしてくれてる。ありがとう。ごめんね。ずっとほじってるだけで申し訳ないねんけど、一応レジンライブやねん、これ。ありがとね、コメントしてくれて。そして初めていらっしゃいませ。普段は横長配信をしてますが、今日縦長してました。ありがとね、見つけてくれて。ちっちゃいの2個いるかな。でもこの角度で1個いけそうな気するな。
ただ肉眼で見えてなかったらワンチャンセーフかなという気持ちもありつつ、あ、今取れた気がする。あ、いるいるいる。怖っ。もはやホラーだよね。あ、角度が変わると現れるみたいな。目の八錯じゃなくて錯覚みたいなやつがいる。でもさ、だいぶ頑張ったよね、最初の状態から比べて。ほんと、ホジコとホジオの努力の結晶だよ。取れたんじゃない今ので。ちょっと入り口にいてるのを奥に押し込まないようにすごい気をつけて取りたい、この入り口の辺にいてるやつ。うわ、取れたかもしんない、これで全部。本当になんか取れた気がする。あ、こっちにいるやつが別のやつがいるのが映ってるんだな、さっきから。ここのやつは取れたねんな。この今表面に浮いとんのがこれが最後やねん。こっちに別のがいるんだね、多分。それが見えてるんだ、さっきから。その別のやつはもう一回穴開けなきゃ届かないんだけど、まあそこまででかくないからいいかなって思うよね、正直。そいつは見逃してやろうかなって感じ。ただ最初にここにいたすんごいでかいやつはとりあえず消滅は無理だけどちっちゃくはなったから、これ自分の中で結構許容範囲レベルまでいったかなって感じ。でやっとこさね、こうなると、まあ、穴の部分は OK ってなって、穴の周り、これを拭き取りたいんだよね、汚いから。みんなが出ておいでって言ってくれてるね。でも結構頑張ったと思う。でもね、これ硬化した後に現れる時があるわけ。いやでも頑張ったよな、私。拭き取って、これもなんかついてる。しっかり液の成分をピシッと拭き取らないとね、液汚いんで。で、この時に穴の上なぞっちゃダメなんだよね、ティッシュで。そうすると穴のレジン吸っちゃって、もう一回やり直しになっちゃうもんでね。これをね、一回固めてみようかなと思いますよ。とりあえず1個だね。まあ、でかいやつ2個のうちの1個が終わった。あー、これもやりたいな、後で。他にもやりたいとこはあるって感じ。大丈夫かな。じゃあ頑張って固まってこいよ。ペポ。で、そうしてる間にこっちの放置してる子はどうなったでしょうか。あ、でも結構浮いてきてるね。みんなにどうやったら見えるやろ。一応放置した分は浮いてきてるねんけど、この穴を開けた、やっぱこっち側にあるよね、気泡が。そこに届かないんじゃないか。届くのか。補充じゃ届かない角度の気するな。いい。で、初見さんいらっしゃいって言ってくれる方もありがとう。誰かスタンプをしてくれてる方もありがとうね。あ、そうだそうだ。私、本日昼の12時からね、作品の抽選販売を行ってますので、困り作品気になるよって方は概要欄から見てみてね。今回は木曜日の昼から日曜日いっぱいかな。日曜日いっぱい応募できるという形にしております。そして困りの販売ですがね、ありがたいことに、なんだろうな、欲しいと言ってくれる方がたくさんいる状態なので、抽選販売という形を取らせていただいておりまして、今応募できる状態になっとんねんけど、そっから応募してもらうと、この作品には何人応募してくれたってやつからね、抽選で1人選ばせていただき、当たった方にこのページから購入できますよっていうメールを送るという形を送ってやっておりますのでね、
今回その感じでやってますので、ぜひチェックしてください。ほんで、ページがね、今日概要欄に貼っといた。忘れんように。言うの忘れるとこやった。まあ、一応販売の告知は、インスタグラムで一番してるかな。YouTube は、たまにコミュニティに書くときあるけど、基本ライブでしか行ってないかな。そんな感じですのでね、気になった方は見てみてね。で、実はこの、さっきから映ってるこのケースの中に、もう次回の販売分が入ってたりするもんで、後でそれも、ちらっと見せれたらなと思ってます。何を作ってるでしょうか、私はね。1時間以上戦ってる。嘘ー！私1時間以上戦ってるらしい、気泡と。わ、ほんまやー。70分56分。違うか、70分56秒ってことは、1時間10分気泡掘ってるらしいよ、私。どう思う？そこまでしてさ、そこまでしてやる？みたいな。たった2つの気泡のために1時間10分やってるらしい。こんにちは、初コメです。かわいいですねって言ってくれてる。ありがとうございます。優しい。ね、お花作品大好きなんですが、今回はこんなぎっしり詰め込んでやっておりますが、まあ、出した後に気泡があるのがね、気にならなくて、ずっと、1時間10分ずっと気泡を抜いてるだけの配信となってしまっているのですが、ありがとうございます。補助と補子まだ出会えてない。ねえ、置いてないとこあるんだよな、結構。これ、もう、取れそうじゃない？ほぼ。最強放置の間になんか、いい感じの何かが起きたかな。あ、これ、取れたのか取れてないのか。気泡なのか、花なのか。やっぱりでもね、深いからこれ、この穴の周りの跡がね、残る予感がするんだよね。なんでこの穴のところもゴリゴリして、細かいドリルの溝にまでレジンを染み込ましときたいって感じ。これね、取れた気がするんだよな。ちょっと丸っぽく見えてるのがね、気泡じゃなくて鼻の跡なのか。こうやった時光んないから気泡じゃない気がするんだよな。いや、気泡なんかな。いや、気泡じゃないよな、真ん中だから。なんか取れてる気がする、知らん間に。こまり作品応募してきました。だって。ありがとうございます。応募してくださる方もね。とにかく今年も YouTube をやりつつも、手についちった作品はもりもり作っていきたいなと思っております。寝かしつけで寝落ちしてましたって。キャー、ありがとね、寝落ち。ママさんず大変な時間だよね、今きっと。もう9時半か。あ、これね、多分そこの気泡は全部いったね。で、今から上の方に浮いてきてるやつを取り除いたら完了かなって思う。上の方に浮いてきた時はもうね、ホジコを下まで刺しちゃダメ。刺すと気泡が下に戻っていくだけなんで、ホジコをちょいちょいって。これホジコじゃなくてホジオじゃないか、この状態になったらもう。とにかく下に気泡を戻さないように気をつけるって感じ。で、なるべく液をね、いっぱい乗せた方が、気泡が上に上がってこようと頑張ってくれるんで。液はいっぱいいるよね。あ、だいぶ取れた気がする、今。こっちももうすぐいけるんじゃないかなって思う。こまり作品に応募したの報告もありがとう。なぜかできなかった、なんでやろう。一応ね、ストアーズっていうサイトを使っとるねんけど、会員登録をしないと応募できないんかな、確か。いや、しなくてもできるかな。
ね、そういうのがさ、難しいよね、初めて使うサイトってね。私もね、分かってないねん、自分のサイト。無事できるといいな。うわ、だいたい、もうね、この真ん中、通路の真ん中にいてる気泡を出したら終わりまで来たね。で、すごいそれを下に押し込まないようにめっちゃ頑張ってるって感じ、今。もうちょっとだよー。頑張れ。液足したら浮いてきそうな気がする。もうちょっと液足したら。いったんじゃないか。ね、ほぼ行きました、これね。こうしたら、もう抜けるんじゃないか、完全に。あ、今パンってなって抜けた、全部。ほんまか。いや、いや、もうちょっといるな。ちょっとこれ放置して、さっき固めたやつ見よっか。こんばんはって来てくれる方もありがとう。今日は木曜日の夜のゲリラライブをしておりました。撮れたよね。あ、無事固まってるね、これ。まあ、こっちの多分全然別件の気泡はいてるねんけど、ここにあったでっかいのは埋めれたよね。で、これはこれ以外どうするかっていう話なんだよな。他に気になるとこは。これ取るか取らないか迷うねんけどね。これ多分花びら破っちゃうんだよな、取ろうとすると。いやー、そんなことないかな。あんま触らん方がいい気泡みたいのがあんねんけど、たまに。これは取らない方がいい。リスクが高いかな、ここのやつ。気になるけど。あと、なんとなく可愛いからいいかな、みたいな。で、これ仕上げに入っていくかなってなるねんな。あ、違うな。いやー、ここ気になるね、ちょっとね。これ。表面べちょべちょになってるけど、今。この辺気になるな。どうしようって悩むとこだよね。これを許すか否かみたいな。自分の中の葛藤があったりする。こんばんは、ゲリラスタート。間に合わなかったーって。大丈夫、大丈夫。この、今何時間経ったかな？ 1 時間20分経ったねんけど、ずっと気泡抜いてただけだからね、あんまり変わらないと思う、やってること。あ、やっぱ最強法、もっと息いるな。これで出し切れると思う。あ、出た。埋まったと思う、これで。やったー。で、この人も硬化することになるよね。こっから。汚いやつ取って、こっちはもうちょっと取りたいやつがある気がする。鼻の周りに補充でつついた跡がついて丸く見えとんねんけど、気泡ではなく、まあ傷はついちゃったけど、気泡は消えたって感じだよね。で、これも固めようかなと思います。こんばんは。最近は木曜日配信ですか？あ、これね、ゲリラライブだから違うよね。月水金で、最近ね、月水金以外の時間に縦長配信、ゲリラ配信をやるようになって、それがこれという感じでした。勉強になりますって言ってくれてる。なったかな？ 1 時間20分ほじってただけですが、参考になってたら嬉しいです。まあ、そんぐらい撮るの大変ってことだよね。こんばんは、仕事終わりです。仕事終わりに癒されますって。お疲れ様です。もしかして、今、お仕事が終わる方もいてるかもしんないね。他にもね。ありがとうございます。お疲れ様です。今日も、木曜日か。これさ、仕上げに向かってこうと思うんだよね。こっから何するかを、もう見せよっか、さすがにね。
そう、許さない発動する時もあるよ。これ取る方がリスク高いね、多分。花びら傷つけて終わると思う。うまく取れたとしても。補充で触ったらアウトだからね、一瞬でも。で、こっからね、やるのは、まず、ここを整えたいって感じ。まっすぐに。うん。これとかちょっと反ってるじゃんね。わかるかな？これとりあえず整えたいよね。そう、取るか否かの判断が難しくて、頑張って1時間20分取った結果、鼻にめっちゃでかい穴開いて終わるみたいな。でもそんなこともやってるんだよね、過去に。そういうのを繰り返して判断できるようになったって感じかな。ねえ、やったー、すごいって言ってくれてる。ありがとうございます。起表ができないようにして硬化する大切さを改めて感じましたって。そうやねんな。でもこの作品もね、結構頑張って対策した後に入れたねんけど、ダメやったね。この前何のライブでやったっけ？長時間ライブで、いや、長時間ライブでやってないかな。あれ、分厚いモールドに花閉じ込めるライブどっかでやらんかったっけ最近ね。そのライブの時にクリアファイルの上でこの封入するアイテムたちの気泡が出やすい場所だけにレジンを塗って固めるっていう、それをやってから封入するって方法をどっかでやった気がするねんけど、それを使ってもこの形やときついね。やっぱね、この形がきついっていうより花の形状かな。気をつけてもダメな時はあるって感じだよね。ガリガリンチョ。さっきからみんなが湯たんぽ言ってる。どこやろ？あった。私は湯たんぽの上で最強放置します。確かに温めるとレジン液ね、粘度が下がるから、下がるよね。下がるから抜けやすくなるよね。そのネバネバの中で動けなかった気泡が浮いてくるかもしんないから、湯たんぽいいかもしんない。ちなみに私も今座ってる椅子にさ、椅子マットってやつ、40度のあったかくなるマット引いとるねん。ここにレジンのしてもいいかもしんない。さあ、どうかな。ここもうちょっとまっすぐにしたいね。今日さ、私、兵庫県めっちゃあったかかってんけど、他の県どうやったんやろ。さっきね、インスタストーリーズにアップしたねんけど、夕方にジョギングしてきたんやけど、その時ね、長袖1枚でいけるんちゃうんぐらい、全然寒くなかったね、今日。兵庫県だけかな。でもこれね、どうやら、しばらくしたらまた寒くなるらしいで。1月なのにこんなあったかいでおかしいなとは思ってんけど、もう一回寒くなるらしいで。お、できた。多分できた。で、また、こいつで取りましょう。ほんまやったら、水道で洗っちゃう方がいいかなって思う。この、でっかいレベルだと。愛知も暖かかったですだって。やっぱり今日暖かかったよね。日向は春かと思うぐらい暖かかったです。神奈川。全国的に暖かかったんや、今日。ね、暖かかった。暖かかったよね。伊勢も昼も暖かかった。岡山も暖かかった。長野も暖かい。みんな暖かい。新潟は雪すごかった。雷がすごかった。そうなんや。やっぱ北の方はまだ寒いんかな。花粉飛んでるよね、絶対。私寝る前と、ね、朝起きた後目のシパシパがすごいから、花粉飛んでるって感じてる、最近。長袖1枚は無理だけど、最低気温がプラスになった。今までマイナスやったんや。すごいなぁ。いやー、その環境でね、
多分雪かきとかも大変やろうし、お疲れ様です。早くあったかくなってほしいね。今日は暖かかったので、昼休憩に犬と公園で日向ぼっこしてました。だって。そうだよね。日向ぼっこがなんかいい感じやったもん、私も。昼もね、出かけてたけど。一回このアルコールで拭いて、次の工程に行こうと思う。車移動なのもあってコート着ずに授業参観行きました。ね、授業参観行くと邪魔だもんね、コートね。なしで行けたか。今、PM2.5 が多いみたいです。さっきさ、夕方ジョギングしてる時に、私いつもね、走るコースから淡路島が見えるねんけど、しっかり。今日曇ってて全然見えなかったんだけど、これ花粉かなって話しとってんけど、PM2.5 か。まさかの。毎年来るね、PM2.5。ちなみに私何年か前に咳喘息で苦しんだっていう話をね、過去のライブで何回かしとんねんけど、多分咳喘息の原因が PM2.5 のせいだったんだよね。だから洗濯もね、全部乾燥機でやってる。これ仕上げていくとこ見せるね。やり方は、もうね、側面をコーティング剤でプクプクって4個やって、表裏は低粘土レジンでやる。高粘土じゃなくて。低粘土。高粘土じゃない方がいいと思う、これ。というのも額縁みたいにね、ここに、上に飾ってあるみたいに。これずっとズームしてたね。こういう額縁みたいに仕上げたいと思ってるのですが、こうしたい時に高粘土でやっちゃうと、ちょっとぷっくりしすぎちゃうとね、このパキッとさがなくなるもんで、あえてこれ低粘土で仕上げていくもんでね、表裏を。そのあたりまでお見せできたらなーっと。そしたらお風呂入ってきて寝ようかなって感じ。私はね。うん。ね、花粉飛んでるよね。宮崎県も暑かった。すごい暑いってなんかもう冬が終わってる感がして嬉しくなるよね。暑いはもはや。花粉症持ち民の皆さん辛いでしょ今きっと。今週頭ぐらいからね花粉がって言ってる方多いもん。私毎年思うねんけどさ、花粉さ、毎年去年の何倍って言ってへんどんどん倍々で増えてる気がするねんけど。フロッキーチップでいこうかな。どこまで倍になるのって思うぐらい毎年倍になってる気がするな花粉。沖縄は雨で肌寒かったですって。沖縄雨だったんだ。九州はね晴れんとこ多かったけど、でもさっきね雷って言ってる方もいたし、全国が晴れではなかったと見た。こんばんは、またもやゲリラ。ゲリラしてました。ちょっと待ってね。これ確認しようか。これなんとかなったね。でかい気泡。でかい気泡ね、消せたけど、もう一個の方も。消せたけど、この、鼻の真ん中のことなんて呼ぶかわからんけど、そこを補充でやりすぎて、ぼわっとしちゃったね。ちょっとね。まあでも気泡よりいいんかなと思いつつ、でもでかい傷だよな。これはまた後々私が自分で修正して仕上げていくんじゃないかなという感じで、出すとしたらアウトレットになるね、これは。そんな感じ。あんだけ1時間20分頑張ってアウトレットみたいな。そんな感じでしたね。でこっちはちゃんと仕上げまで持っていこうかなと思う。ねえ。そう、最近日が落ちるの遅くなりましたねって。そうやね、私夕方にさ、走ってるからね、すごいそれを感じてる。一気に日が落ちるのが遅くなって嬉しいなって思う。前は5時になったらもう帰らせないとね、みんなを。うちに遊びに来てる子たちを。真っ暗、すぐに真っ暗になっちゃってたけど、今は明るいなって思う。急に日が長くなったよね。額縁かわいいって途中で来てくれた方が、額縁そっか見せてなかったもんね、ずっとね。そう、額縁的なものを作っている。
で、1個は完成してるんだけど、とにかく気泡を取りたくて1時間20分ずっと気泡を取ってただけだったね、ここまで。で、これフロッキーチップでね、もう前と後ろにちょっとはみ出してる、この角塗りたいんで角。トンってなってる場所。前後ろはもう若干はみ出しても OK って感じで塗ってる。とにかく角を塗れ。で、気泡のポツポツないかをチェックして、ちなみにこれ簡単だよね、かなり。一遍ずつ塗るだけだからね。丸いやつのコーティングとかよりだいぶ簡単だと思う。ただ量だけむずいかな。少ないと弾いちゃうんでね。うん。で、塗ったよねってなって硬化するよね、これ。で、これ固まらないように手で置いとこう、こうやって。素敵ですねって言ってくれてる。ねえ、額縁が好評で嬉しいな。実家の長崎は花粉だけでなく PM2.5 や黄砂あったね。黄砂車がさ、黒い車のボンネットとかが真っ黄色になるやつだよね。天気予報で取り上げられてましたが、今も合ってるのかなって。毎年なってる気がする。それ私今咳が止まらなく、子供たち花粉症みたいな症状が出てます。まさかの PM2.5 原因かもしれないって。実は結構それになってる方多いっぽいよ。ただ昔ながらのお医者さんはその PM2.5 自体が出だしたのが結構言うても10年前ぐらいからかな。なもんで知らないお医者さんもおるみたい。PM2.5 のせいって分かってないお医者さんもおって、花粉症扱いされたり風邪扱いされちゃうこともあるみたいやけど、 PM2.5 で喉痛くなったりするの激増中っぽいし、私もそれで咳喘息になったっぽいんだよな。息足りない。ぬりぬり。これもしっかりと塗りまして、さっき塗ったのこっち側ね。まだ片目が足りんねんけど、こうやって次のやつ塗って乾かすときにどんどん効果時間の長くしていくって感じですかね。ちょっと足りないね、まだ液。ここが足りない。ここにポツポツあり。誰かがさ、ずっとスタンプをしてくれてる気がする。ありがとう。指大丈夫？ありがとね。見せてきた。で、固める。ちょっと置こうかな。そう、1時間20分ほじおでほじってた、ずっと。やばいよね。これね、土台は100均のダイソーにあったやつ。あ、教えてくれてた。レジンでできたらいいよね。ありそうじゃない？探したら。こういう土台用モールドみたいなやつ。こんばんは、初見ですってコメントしてくれてる。ありがとうございます。いらっしゃいませ。レジンをやってますので、よかったらお付き合いください。ねえ、これかわいいよね。私さ、最初、こうやって販売しようかなって迷っとってんけど、ふと、以前、これやとちょっとやっぱグラグラするしね、こうやって。以前、カードを置くように買ったダイソーのこれがぴったりじゃないかってことに気づいた。この配信が始まってから気づいたね。で、次が、次これかな。いや、こっちだね、順番的に。で、次上をやる。ぬりぬり。まだライブやってたのですね。お疲れ様ですって。ねえ、やってたし、私、体感まだ40分ぐらいしかライブしてない気持ちだよ。いや、でももうすぐ1時間40分経つね。星をね、ほじってた1時間20分が自分の脳内でずっと同じ作業をしてたから、なんか1時間20分もしてなかったことになってるね。体感ライブ始めてまだ40分ぐらいの感覚でいる。
とあれだよ、作業をしながら付き合ってくれてる皆様もそういう感覚になっちゃってるかもしんない。塗ったかな。いい。やっぱこういう時もポツポツ注意だよね。よし。で、固めていきます。クリアファイルもう一個あったあったあった。あ、やばい。ライトに触っちゃったかも。大丈夫かな。今ね、他の作品も結構あるから見せたくはあるねんな。うにょうにょちゃんとか、とある理由で久々に作ったヘアクリップちゃんとかいるんやけど。入るかなここに。うねうねちゃん。そして今これを載せている台の中にもいっぱい作品がある。うねうね。側面コーティング難しいね。気をつけても気をつけてもポツポツできるときはできるもんな。うん。岐阜の実家の真裏が山、ど田舎なので黄色い花粉が普通に目視できる環境で育ちましたって。あのさ、黄色い、よくテレビとかのさ、イメージ映像で映ってる黄色いやつがプワーってなってるあの感じってことかな。それ見るだけでくしゃみ出てきそう。かゆくなって。見るだけで錯覚しそうだね、もはや。すごいね。スギ花粉かな。ちなみに今飛んでるやつはスギ花粉らしいで。最近。あ、そういう話しとったらなんか目がシパシパしてる気がしてきた。急に。やばいやばい。シパシパ感を感じてきたで。あ、レジンのせいじゃないよね、きっとね。急にシパシパしてきたで。なんか知らんけど。これも思い込みってやつだね。これで4ペンをすべて濡れてるはず。ここの角に注意。で、これを固めた後に表裏に行こうと思うんだけどね。これ表裏の順番も決まってるんで、今から説明したいと思います。で、最近座り仕事が増えて腰痛辛くなってきました。最近のアーカイブやらで鍼灸の話が出てたので、一段落ついたら行きたいですって。ね、今日私もね、まさに今日鍼灸してきたんだけど、腰に、12本刺したんだけど、3本やばいやつがあったね。ね、こりの場所に針がうまいこと刺さると、ズーンってなるね。なんか、変な、うわー、うーってなるねんけど、3箇所おかしいとこあった。今日。で、今あんまり感じないから腰痛。効いてるっぽいかなって思う、多分。寝落ちしてたって、この時間疲れてる方寝落ちしてるかもしれないし、きっと、寝かしつけママさんズが疲れてるかも。ありがとうございます。そんで、サイドコーティングがね、できたので、こんな感じで。次にね、やるのが、表なんだよね、表。このモールドね、若干表にこう反ってるもんで、反ってる方から塗らなきゃダメなんだよね。こっちに塗ると、ここに塗ったレジンが固まるときに、こう、引っ張ってくれるもんで、反りを若干和らげるというか、中和するみたいなことになるもんで、表から塗らなきゃダメで、さっき説明した理由で、低粘土でやろうと思う。低粘土の方が表面が平面に仕上がるもんで、額縁っぽくなるのではないかという。そして量が一番大事だよね。こんぐらいかなって思う。量が超絶大事。コーティングは横からする方がいいですかって。そうそう。基本的に横やって前後ろ塗ってるね、私は。っていうのも、この前後ろぷっくりした後にサイドコーティングすると、ここにはみ出すことあるじゃん。また前に。そしたらまた前塗り直しになるもんで。基本横だよね。ただ、私の場合、こういう広い面は、レジン液で仕上げちゃうねんけど、使ってるレジン液がね、ちゃんと
ツルツルに仕上がるタイプなんでね。全面コーティングで仕上げる方やったらどっちでもいいと思う。前からやっても横からやっても。というのもあるよね。私この広い面コーティングしちゃうとどうしてもポツポツができちゃうもんでね、あんまりその方法やらないな。ぷっくりしすぎて一箇所弾いてる場所あってもこれ以上分厚く塗りたくないなって時ぐらいかな、表面にコーティング塗るの。塗り広げた。ちなみにね、四角はね、横種すごいしにくい形状なんで丸よりかなり簡単だよね。丸の方が横垂れしやすい、レジンって。これは低粘度でも大きいけど大丈夫って感じだよね。今全部塗れた感じなんやけど、端っこの方の塗り残しがないかをチェックしていく。こっちの作品のこと褒めてくれてる。ありがとう。花粉の CM 見るだけでムズムズする。ね、だよね。飛んでる感じが、あれを見るだけでくしゃみ出そうになっちゃう。でも今全部塗れたねんけど、ちょっと気泡が浮いてくるね。最強放置で待ちたくはあるって感じ。あとこうぐるぐる回してみてると、さっき端っこまで塗ったはずなのにここ弾いてきてるみたいな場所があると思うねんけど、そこを一番最後に塗りたいんだよね、硬化する直前に。なんでそこはちょっとチェックしとく。今回の場合ここの辺だけちょっと弾きやすい気がする。なぜ弾きやすいかは私も分からんねんけど、なんか理由があるっぽいねんけど。でも多分上手にできてるかな。ここのやつ取った方が良かったんじゃないとかって今更思っていくよね。なんでこの弾きやすい辺だけを最後にしっかり塗って、で硬化する。見えない場所で申し訳ないんですが、バチコリ硬化してその後に裏もやりたいよね。こんばんは。今目が覚めたらやってたー、寝かさればあばですって今目が覚めた。どういうこと？何時から寝てたんだろう。おはようございますかな。ねえ、いらっしゃい。誰かが英語でなんか言ってくれてる。こんばんはって書いてくれてる気がする。ありがとう。私はコマリメイド大好きって。あれ、最近もしかしてさ、X でよく話しかけてくれる外人さんかな？違うかな？こまりちゃんとかってよく書いてる。でもその人はこまりの C を K って書いてくれてるから別の方と見たり、これ。探偵推理していく。あれ、こんばんは。ゲリラって。ゲリラしてた。しかもインスタで告知もせずにしてた。ありがとうございます。ブツブツタイム来たらしい、また。グルコサミンならぬ。ブツブツタイムが。ってことはさ、充電関係ないってことだよね。さっき充電器抜いたら治った気したねんけど。これ絶対てっぺんについちゃうやつだ、このままだと。手で持っとこう。しっかり固めたいでね、強いやつ出したねんけど。この絶対高さがやばい。高さがてっぺんについちゃう、このままじゃ。手に持っとこう。そう、ゲリラでした。ゲリラという名のゴリラでした。今日花やし、この後に見せびらかそうと思ってる。今抽選販売しとるねんけど、その次の販売で販売するやつとか言ってもなんか販売だらけでようわからなくなってく。次の販売で販売するやつができてるもんで、それも見したいなーって思ってる、この後。一応今は抽選販売しております。7時過ぎに寝て今起きたすごいリズムからのタコハイ飲むってことかな。表ができたんじゃないかなと思いますね。いやまあそんなにプツプツもなく、一箇所だけなんか気になるなって思うけど、これは許してもらう感じで、とりあえず1個できましたね。で、裏を最後に塗りたいんだけど、大丈夫やね。裏はね、簡単だよ。表より簡単だと思う、へこんでるから。
でもグルコにまっすぐセットするのむずいな。まあグルコも傾いてるでしょうがない。あ、これぴったりだ。裏はね、実は表より簡単。なんか真ん中の辺がへこんでるから垂れにくい、さらに。なんでもうこれもビャーン、こんぐらいかな。とにかくね、基本を抜くのが大変なだけで、それ以外は簡単な作品だよね、これ。あとは鼻バランスむずいか、ちょっと。いや、鼻バランス相当むずいよな、このでかさやったら。ね、こんな感じで。私、ダイソーで額縁みたいなやつ探そう。さっきセリアにも似たようなのあるってね、こういうコメント書いてくれてる方いたから見てみようかな。でも今日ダイソー行っちゃったからしばらく行かないかも。後で話したいねんけど、ダイソーでショックやったことがあるで、1個話していいかな。すごいショックだったことがある。とりあえずこれ固めた後に、次の次に販売するアイテムを見せたいのと、ダイソーで買ったもの、まあほとんどお菓子やねんけどな、実は。それ見せたいな。その中でショックやった話、かっこお菓子、その話をしたい。濡れた濡れた。ちょっと起きたくはあるよね。一回ここで水分タイムしよっか。次の販売も楽しみって。ねえ、もう今から春になっていきたいな。インスタでもね、発表させていただいたんですが、新しい家財ショップさんのディレクターをやらせていただくことになったんでね、しかも多分、他のショップでは売ってない花、アレンジしたフラワーなんかを取り扱うショップらしいんでね、そういうとこのお仕事いただくもんで、花作品がさらに増えるのではないかなと予想。うん。タコハイタイム始まる。ほんまやった。当たった。私の思ったこと。すごい。大丈夫。でも今日金曜日じゃなくて土曜日じゃなかった。今日木曜日だけど大丈夫かな。まあでも、一回寝たということは、今からもう一回、しばらく起きてるってことだから大丈夫だよね。よし、これで、固めようかな。ここがちょっと弾きやすいかな、次。ここは大丈夫かな。で、これも固めてね、完成になると思います。固めとる間に、どっち先見せよう。一回、ズーム戻して、ダイソーで買ったものから見せていいかな。多分これで一回、レジン工程が終わるもんで、手袋だ外そうかな。あ、みんなショックな話を気にしてくれてるじゃん。まずダイソーで買ったもの。じゃじゃーん。これまずカゴも買ったやつね。2個。収納足りんって思ってまず買ったよね。焼き干し芋、これはね、前から何回か食べたことあるけど美味しいから買ったじゃん。で、チョコあんパン大好きなんだけど、ミルクタイプが、モーモーバニラタイプが出てたから買ったじゃん。で、これ朝食棒ね、前なくしたから買ったねんけど、これを買って持って帰ってきた後にもう一本なくしちゃったから、また買ってきたばっかのやつ、開けたやつ。で、これ大好きな、今までの人生で300個以上食べとると見たミルクガナッシュトリュフ買うじゃん。で、ショックだったの。これ。見てとか言って。私さ、ダイソーに売ってるキャラメルポップコーン大好きだったのにさ、メーカーが変わってるわけ。パッケージが違う。で、記憶が曖昧やねんけど、内容量も変わってる気がする。気のせいかな。前のやつ何グラムやら。私何回かライブで食べてるからね、探したら出てきそうな気するねんけど、変わっちゃったんだよね、キャラメルポップコーンが。
ただ名前はシネマスタイルとかいうちょっとワクワクする名前にはなっとるねんけど、もっとね紺色の違う箱が置いてあったんよな前まで。これ美味しいんかな新しくなって。ごめん、ただショックだった話、ただそれだけなんだよね。キャラメルポップコーンのパッケージが変わってるから多分劣化した気がしてショックって話で、まだ食べてないからわかんないよ。前のやつが本当に好きだったから味も量もショックだけど、食べてみないとわかんない。パッケージが変わったのか、会社自体も変わっとるのかが思い出せんくて、後で自分のキャラメルポップコーン食べてる回の配信探そうかなって思ってる。紺色だったんだよね。それが大好きやって、今日もダイソー来たからキャラメルポップコーン買って帰ろうって思ってみたら、これが山積みになっててショックを受けて帰ってきたけど、果たしてでもそれが美味しかったら問題ないねんけどね。ポップコーン近くのスーパーで148円になってましたって。そう、私もセブンイレブンでその価格で見たんだよね。そのせいもあって余計ダイソーが得な気がしてて嬉しかった。最近ね、ホワイトチョコ高くなってて、内容量 50g で100円近くするのが 80g のやつ見つけたから、とりあえず買ってきた。これ私かじるからね。で、おまけな感じでレジンのアイテム。これ買ってみた。マグネットパウダー。前からね、ダイソーにマグネットパウダー出たよって教えてもらっとってんけど、これを買ってみたんだけど、私マグネットネイルを過去に買った時にさ、この磁石一緒に買ったはずやねんけど、どっか行っちゃった。でも、まあ、なんとかなるでしょって感じでね、買ってみました。なんか袋の中になんか入ってる。ゴミ未開封よ、これ。何かが入ってる。袋の中に。このパッケージには関係ないよね。セア、シー。何かが入ってる。なんかレアなやつ買っちゃったかも。袋の中に入ってる。あ、そうそう、紺色やねんな。クリートって名前、調べてくれたポップコーン。会社変わってる。ちなみに 30g なんやけど、これは。前のやつ何グラムやったっけって思って。もしかしてさ、今のお菓子どんどん内容量減ってってるじゃん。その感じで、箱は前のやつと一緒で中身減っとるんじゃんって思って、それを思ってショックやってんな。どうやら会社自体も変わっちゃってるね。なんかカロリー少ないもんな。私カロリーが高いほどいいお菓子って勝手に思ってるねんけど。変わってた。まあ今日買ったものはそんな感じかな。あとはこれ気に入ってるから追加で買ったのでした。やっぱり私の直感当たってる。50g だったんだって前のやつ。これもクリートって書いてある？どこやろ？これじゃないんかな、会社名。ダルダみたいな。どっかに書いてあるかな。でも本当だ、クリートって書いてあった。一緒だ。でも輸入車って書いてある。あれ、韓国20g ほんまに減ったんかな。もしかして仕入れしてる人は同じだけど物は変わってるかもしんないよね。輸入車って書いてあるから。どうしよう、気になってたまらん。しかもパソコンで調べよう。もうね、気になるわけ。すごい。キャラメルポップコーンあった。でもクリートだ、前から。ほんとだ、50g だ。ショック。パッケージで
も大きさこのまんまだもんね。パッケージが変わって中身20減っちゃったってことか。食べてみていいかな。ちなみに前作の方は1カップ229カロリー、155に減ってしまっている。味見するね。私多分10パック以上食べてるからね、味しっかり覚えてるから分かると思う。比較が劣化してるかなんか別物かどうかは分かると思う。食べてみよっか。これ 20g 減る。やばない？ 40% ぐらい減ったってこと？あれでもなんかいっぱいに感じるね。違う。なんかもう違う。もっと硬そうなやつじゃなかったっけ？いっぱいキャラメルついてて。なんか空気含んでる気がするもんね。いただきます。でも持った感じも違う。全然違う。別の食べ物だ。全然違う。あれ、もっとね、硬くてかじった時にカリッとしたのに、ガチのポップコーンみたいなふにゃっとした感じに気持ちキャラメル絡ませてあるになってる。見た目も全然違うよね。めちゃくちゃ好きやったのに。まあでもセブンとかスーパーでまだ売ってるだろうからね、元のやつ。ダイソーが多分コスパ的に辛くなって安いやつと変えたんだろうなってことだよね。キャラメルが減ったんか。なるほどね。もっとキャラメルがびっしりついてて、でカリカリやったもんで、かじった時にガリってなったんだよね。全然違う。もうね、別のお菓子って言いながらめっちゃ食べてるねんけどな。ショックだね。まあ私たち100均マニアはさ、今まで見届けてきたじゃん。カエルテープが 100m から 80m になるやつとか、ダイソーのレジンヤスリが4本から2本になるやつとか見届けてきたよね。いろいろ。キャラメルコーンも減っちゃうわけだ。美味しいけどね。でも私ダイソーに行くたびにキャラメルポップコーン買うのがすごい楽しみやったり、悲しい気持ちやけど、またもっと美味しいもん探そうと思う。へえ。100均で出すにはきつくなったんだろうね。材料費が上がったりして。無印のキャラメルポップコーン、まあさ、探したらいっぱいあるのはなんとなくわかるねんけどさ、安くて美味しいのがやっぱね、嬉しくなるじゃんね。高くて美味しいのは当たり前かなって思ってて、98円、100円にしては美味しいってとこが好きだったもんで、悲しみだよね。美味しい。それでも一応美味しい。前より劣ってるけど美味しい。バタフライ型とマッシュルーム型と2種類ある。そうなんや。シネマスタイルはバタフライ型。まあでも確かに映画見るときに食べる感じと似てるな。美味しいけどね。でももっと美味しかったよなって悲しくなっちゃう。でもこの辺、これも絶対少ないけど美味しいから期待してる。お風呂入った後に食べよう。そしてあと作品も見せたいんだった。美味しいんかいってツッコミ来てる。私ダイソー行くたびに小森さんが前食べてたマロングラッセ黒糖味リピーしてますってね。あれも中身めっちゃ少ないねんけど超美味しいよね。リピしてまして、相当買ってるね。常にストックしとかないと不安だし。
水うま。じゃあちょっとね、最後に、まあ今抽選販売してるやつは、こんな感じで、もう発送準備段階に入っている状態なのでですね、こちらは前のゲリラライブで見せたとして、その次の販売で出る予定のやつが何個かできてるから一回見せよう。で、眼福タイムみたいのして終わろうか。ただ眼福ってほどいっぱいないけどな、まだ。こっちに移動をし、最後なんでこの子たちも出てきまして。ワンチャン他の地域のダイソーに前のポップコーン在庫残ってたりしないかなって。あるかもしんない。私の今日行ったダイソーは、すごいでっかい店舗で入れ替わり激しいからね。まだ入れ替わってない店舗やったら前のやつがあるかもしんないよね。わ。今あるのはこちら。なんと、これはバレンタインまでに販売したいね。バレンタインの感じのシェイカー。くまちゃんシェイカーです。くまちゃん下向けるかな。実はね、背面がリバティ布になっとんねんけど、あんまわかんないね。おーい、下向けるかな。下向けるかな、どうかな。まあ、こうやって頑張っとってもらったら下向くねんけどな。これがね、私3個作っております。液が余ったもんで。これもバレンタインにぴったりな感じだよね。そう。で、ケーキをね、違う種類のケーキを入れてみました。もっと近くにしたいね。できるかな。無理か。で、これが前回の配信で作ったチテファニーさんね。可愛く仕上がったと思う。チテファニーさんと、そしてその前の配信で作った。これめっちゃ気に入ってるから追加で作っちゃった。しかも2個作っちゃった。これも登場予定です。で、やっぱりこれも封入がやる気なくて全然動かないね。おーい。おーい。あ、落ちてきた落ちてきた。ちょっと封入のやる気あんまない感じで、こんな感じでゆったりめなんですが、まあ夜景と馴染むのではないでしょうか。今これらができてるかな。あれもっと作ってる気がするねんけど、どこ行ったかな。そう、封入やる気ないねん。っていうかさ、やっぱこの辺に置かないと見えないよね。下の方チャットだから縦長。こうなるんかな。今こんな感じになってますね。もうちょっと増やしたいかなと思います。頑張って。まあ、動かなくても可愛いからいいよね。そしてもっと花アイテムを増やしたいよね。でもまだ作りかけのこんなアイテムがあるんやけど、これちょっと私にしては珍しい色使いやと思うねんけど、着色剤を使ってないんだよね、この作品。これはまた企業案件で、ショート動画やらリールを流すと思うので、どうやって作ったのかなと楽しみにしていてください。これね、着色剤使ってね、クリアレジンオンリーで作ってます、実はね。テレビ縦長見たらすごく画面が綺麗。そっか、テレビやったら、こうテレビがある、この辺に出るもんね、縦でね。それやったら下まで見えてるんかな。今スマホで見ると、この辺チャットで見えないよね。なんか黒い感じにされてるみたいな。もう寝ますねって方もありがとうございました。本当だ、もう10時だ。私も子供たちもう寝たかな、他の部屋で多分ね。お風呂に入って、そしてまたレジにしてお菓子食べて、そして明日また20時から配信をしようかなと思っております。見えてる？どの子が見てくれるかなって言ってる。どの子が来てくれるかな、どうかな。固めたやつ見せ忘れてた。ちなみに今日のライブで最後まで完成させたのはこんな感じになりまして、頑張ったよね。ここに
すごい最初でっかい気泡あったと思うねんけど、結構頑張ったんじゃないかなと思う、これは。これも登場するんじゃないかな。そしてもう一個のやつもしっかりとリカバリーした後に登場すると思う。で、やっぱりこれが好評だったんで、この感じでいきたいけど、他の100均で木のタイプとかないかも見てみようかなと思う。うん。チャットの後ろに見えてる。あ、そっか、見えてるならまあいいか。ね、ありがとうございました。アーカイブ見ようっとって。最初の1時間20分、マジでほじってるだけだから見る価値ないと思う。明日も来てくれるかな。いいともって言ってる。懐かしい。懐かしいね。綺麗って言ってくれてる。よかった。寝る前のね、癒しになってたら嬉しいです。これ見てる方はいい夢見るよ、間違いなく。いい夢、イケメンとか出てくると思う、今日夢にね。なんで楽しみに寝てくださいね。ということで、今日の配信はここまででした。ゲリラ配信でした。ちょっと来年じゃなかったわ。来週っていうか土曜日以降、案件っていうかもう仕事が積み積みなので、ゲリラが減るかもしれないですが、またできる時にやろうかなと思ってますのでね。あ、いいと思うって言ってくれてる。ありがとう。ということで皆さんは今日も遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。また明日お時間ある方は遊びに来てくださいね。はい、お疲れ様でした。こんばんは、終わっちゃうって泣いてる。終わっちゃうよ。でも、気づけてよかった。お返事できた。ね、皆さんも体調に気をつけてくださいね。はい、じゃあまたね。バイバーイ。